はようございます。たかしです。本日は7月29日土曜日、週末ですので、来週31日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。しばらく休止しておりました FX テキストの販売を再開しました。7月いっぱいは1割引きで販売します。また8月から値上げをしますので、購入は今が断然お得です。詳細は概要欄をご覧ください。それでは日足から見ていきましょう。日足は現在このオレンジのトレンドラインを下抜けたんですけれども、結果的にこの金曜日の上昇っていうのがすごく強いものになっているんですね。その前の木曜日、日銀関係のニュースが出たことにより大きく下落はしましたが、金曜日にそれを全て巻き返した形にはなっております。ちょうどこの 23.6% というフィボナッチリトレースメントのこの点線ですね。このラインが意識されて反発上昇に入ってきております。現在は GMMA の青帯付近にありましたので、ここは日足単位での押し目買いが入りやすいところ、なおかつ GMMA 上向きですよね。基本的には上昇トレンド中で、その上昇トレンドを崩しておりませんので、日足単位での押し目買いが入ってきたという形になってます。まずは週明け、この木曜日の陰線の始まった点を超えていけるかどうかっていうところに注目ですね。そこを超えられると一段高で、一旦は184円を目指してくると思います。ただ木曜日の高値が超えられないようですと、再び下落に入っていくと思いますので、その辺注目ですね。一度深めの押しをつけてからの上昇になるのか、それともこのままスルスルと上昇していくのかっていうところを見ておくといいと思います。では4時間足です。4時間足では昨日もお話ししてましたこの N 波動ですね。この N という字を描きながら下落してきまして、その N 波動が完了からの急騰になっております。現在はまた1時間足も4時間足も目線が下ですので、比較的売られやすい試合にはありますが、先ほど言ってました木曜日の高値のここですね、182円付近、この紫の点線が木曜日の高値になるんですが、そこを明確に上抜けられるかどうかっていうところが月曜日の注目ポイントです。で、日足で言ってましたように、スルスルと上昇した場合は、この木曜日の高値を超えてくる。その場合は184円ぐらいまでの上昇をイメージしておく。こんな感じのイメージですね。まずは1時間足と4時間足の目線切り替えポイントを突破しないといけないので、そこを突破してからの上昇。で、184円ぐらいまで。1時間足の目線切り替えポイントの182円ぐらいを突破しても、次 182.5 っていうところに4時間足の目線切り替えポイントがありますので、これどちらも意識されてくると思いますので、その辺付近での反発で押しをつければそこからの上昇の流れに乗っておく。もしくは4時間足の目線切り替えポイントの 182.5、このオレンジのラインですね。ここを一気に突破してきたときは、次は 182.5 付近に押しをつけてからの上昇をイメージしておくといいと思います。よく初心者の方にありがちなのが、急騰してきたときですね。その急騰が止まらずにどんどん上昇していくっていうイメージを持たれる方がいるみたいです。つまり、ここからのズドンという上昇ですね。こんな感じ。ただ、チャートっていうのは波を描きながら上昇しますので、4時間足はズドンと大きな陽線とか連続陽線になってくるかもしれませんけれども、買い足で見ると小さく波を描いていたりだとかします。当然4時間足も波を作ってきます。こんな感じで。ということは、このまま一気にターゲットを達成する可能性もゼロではないんですけれども、基本的には波を描きながら上がっていくという先ほどのイメージですね。こういうイメージを持っておくのがいいですね。そして、押しを作ったところからの上昇の流れに乗っていく。それが押し目買いと言いますので、ズドンと上昇してきた時は押しを作ってませんので、押し目買いができませんので、そういう時は買い足でトレードするのか、それとも様子見するかっていうどちらかになります。基本的には押しを作ったところ、こういうところですね。今楕円を描きましたけれども、こういう感じで押しを作ったところからの次の上昇の流れに乗っていくっていうのが押し目買いですので、その辺勘違いしないようにお願いします。今は上昇のイメージだけ話しましたが、逆に木曜日の高値を超えられなかった場合のイメージはこんな感じですね。まずは木曜日の高値を一旦目指して上昇はするでしょうけれども、そこからの折り返しということで下落してくると思います。その下落がどこまで進むのかですね。この金曜日の安値を下抜けるような動きをすれば、そこから日足単位での大きな下落に入っていきます。ただし、金曜日の安値までのところで止まる可能性もありますので、そこからの反発上昇ということも考えられます。ですので、週明けは一旦は木曜日の高値まで上昇してくるのを待つ。そこからの動きに注目ですね。深めの押しを作るのか、全戻しするのか、それとも浅めの押しから上昇するのか、一気に上抜けていくのかっていうところを見ておくといいと思います。
では1時間足です。1時間足にはフィボナッチリトレースメントを書いております。先ほど4時間足のイメージですと、このままスルスルと上昇するパターン、そして一旦押しをつけるパターン、深めの押しをつけるパターン、全戻しをするパターンっていうのを書きましたが、全戻しをする場合は、日足ではトレンドラインを下抜けているので、そこからの下落と考えるのがいいです。また、ここのあたりで大きくレンジを描く可能性もありますので、金曜日の高値安値っていうところでのレンジですね。かなりの値幅になるんですが、そこでのレンジも一つ想定に入れておく。それから、押しをつける場合は、フィボナッチリトレースメントのこの辺のラインですね。このどこかで反発してくると思いますので、そのあたりを見ておく。23.6%、38.2%、50%。このあたりが反発しやすいポイントになってきますので、その辺での下げ止まりを見ておく。もし下げ止まらずにスルスルと下落していくようですと、日足の下落に入ったと考えるのがいいと思います。まずは一旦木曜日の高値ぐらいまでの上昇、そしてそこからの下落、そしてそこからの次の反発っていうのを見ておけると、トレードがしやすいんじゃないでしょうか。そして注意しないといけないのが、今4時間足のストキャスティクスは高値圏に差し掛かっております。そして1時間足のストキャスティクスもすでに高値圏に張り付いてますので、一旦の調整をするということですね。週明け一旦は木曜日の高値まで上昇する可能性はありますが、それ以上上昇していくっていうのは今のインジケーターを見ていると難しいのかなと。ですので、このままスルスルと上抜けする可能性もありますが、上抜けた時はそれについていくんではなく、先ほど4時間足でも言いましたように、一旦の押しを待つ。そこでストキャスティクスの過熱感を解消してきますので、その次の動き、つまり一旦押しを作ってからの押し目買いですね。そこからの上昇、スルスルと上がって、押しを作らないときはそれにはついていかない。押しを作ればその押し目買いを狙っていくという感じです。ですので、1時間足でトレードする場合も、まずはこのストキャスティクスの過熱感を解消するのを一旦待った方がいいですね。週明けは一度押しを待つ。そして押しを待ってからの次の上昇の流れに乗っていく。ただし、押しを作らずに金曜日の安値を目指すような動きになってくれば、日足での下落に入っていると考えますので、その辺は注意しながらトレードをしていけばいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定で夕方にドル円の相場分析を無料でしてますが、プライム投稿という有料投稿もしております。こちらのプライム会員は日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方はまずは2週間の無料期間からお試しください。無料期間の利用だけでも確実にレベルアップしていただける自信があります。また、プライム会員は少しハードルが高いという方は、YouTube のメンバーシップをお試しください。こちらの動画も基礎力アップのためのものです。環境認識とトレードスキル向上にお役立てください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。